変わっちゃいました。上げていきましょう。ちっちゃわちっほい、ということで購入しました。こちらソニーから新しく出たカメラ ZV-E1 がやっと届きました。僕昨日まで広島に行ってまして、その間に届いちゃったのでね、受け取れなかったんですけども、ようやく帰ってきて受け取ることができました。はい、これですね、ブラックを僕は購入しました。で、せっかくなんで、これね、買った人もどうなんだろう、買ったって人ぜひねコメント欲しいんですけども、どのぐらい買ったのか気になるんですけども、今回はちょっと買った理由とか、あとはね初期設定のところも含めて一緒にやっていきたいなと思います。で、今回のこちら ZV-E1 ですね。で、僕は今撮影に使ってる FX3 もそうだし、あとねはい、こちらですね α7S3 も持っていてですね、 FX3 も α7S3 も今回発売された ZV-E1 も中身のスペックはほとんど一緒です。もちろん細かいところは結構違うんですけども、ちょっとした違いで言うと α7S3 はファインダーがついてて写真撮りやすいよとか、そういうメリットがあったり、 FX3 はシネマカメラなのでね、そういうシネマに特化したいろんな機能がついていたりとか、します。で、対して今回の ZV-E1 に関しては、かなりコンパクト、Vlog 用のカメラということでかなりコンパクトに作られていて、この FX3 とか α7S3 の機能をギュッと凝縮したカメラとなっております。で、絶対聞かれると思うんだけど、なんでこういうね FX3 とか α7S3 のカメラ持ってんのに買ったんだと、なんでこれ買ってんというところ、大きく理由が2つあってですね、1個はめちゃくちゃコンパクトなところ、これね重さで言うと 500g 切るんですよね。462とかだったかな、ちょっと違ったらごめんなさいなんですけども、かなり軽いカメラになっております。のでですね、僕はどんどん旅行のカメラ機材を減らしていきたいと、コンパクトにしていきたいっていう気持ちがあるので、そういった意味でこのちっちゃいカメラいいなと思いました。で、もう1個はマイクですね。僕Vlog 用のマイクつけるの結構嫌いでですね、この上にでっかいマイク、もちろん音質が良くなるのは分かるんですけども、やっぱ気軽に Vlog 撮りたいなと思うと、やっぱマイクをどんどんちっちゃくしていきたいというか、ゆくゆくはなくしたいんですよ。で、今回の ZV-E1 に関してはこのモフモフが上についてるおかげですね、風の音も入らないし、あとは中でちょっと音のね取る方向とかを自動で決めてくれる機能とか、そういうちょっと音質に特化した機能とかがついています。なのでそういう点も含めてめちゃくちゃ気軽でええやんと思いまして、今回購入しました。もちろんコンパクトになってる分ね、削られてる機能とかもあるはあるので、その辺もちょっと一緒に見ていきましょう。ケイスケの動画こういうところでこちらの ZV-E1 見ていきましょう。で、まずちょっと外観から言うと、ボタンはやや少なめです。この辺のねボタンとか α7S3 と比べるとちょっと少ないですよね。なんか背面で言うとこのねジョイスティックみたいなのが削除されてたりとか、あとはこのね AF オンのボタンとか、この辺のボタンがなくなってるんですよね。この C3 もなくなってるので、ボタンが結構少ないのは、デメリットというか、本格的に使ってる人からするとちょっと難しいかなと思ったりしますが、よいしょ、はい、上から見てもそうですね、やっぱちょっと少なめになってます。ダイヤルがなくなってたりとか、これダイヤル2個ありますよね、ダイヤルが1つになったり、このねモードダイヤルもなくなってます。ZV-E1 のカメラに関してはこのねズームレバーがついてるんで、ソニーの純正レンズで、電子ズームがついてるカメラであればこの辺がね使えるという感じになってます。で、細かく外観で削られている部分でいうと、例えばよいしょ、はい、ここちょっとサイド開けますけども、はい、こちらですね、マイク端子、USB-C、あとは SD カードスロットでマイクロ HDMI かな、HDMI のポートがあって、で、ヘッドホン端子という形になっています。で、見たら分かる通りスロットが1個しかないですね。なんで本格的に仕事の現場とかで使うときにはやっぱスロット2個あるとバックアップになるので、そういうバックアップの機能がついてないというのが1個と、あとは HDMI ですね。ここが大きいタイプの HDMI じゃないので、別途専用のケーブルを用意しなきゃいけなかったりとか、ちょっとあとはね端子が弱かったりとかするので、ここはちょっと不便かなと思いますが、僕そんなこれをね配信で使うことは思っていないので、いいかなっていう感じですね。で、ボタンが減った代わりにこの辺のタッチメニューが大きく追加されております。ここでシネマティック Vlog 機能とか、この辺は肌補正かな、背景ぼかし、
あとは商品レビュー用設定とかですね、この辺がついています。僕自身はこの辺の設定いらないのでちょっと削りたいんですけど、それができんのかな。試してみましょう。で、一応軽くスペックの話をしておくと、このね、僕の持ってる α7S3 とほぼ一緒ですね。画素数は約1200万画素で、4K のスローモーションまで撮れます。それがめちゃめちゃいいですね。で、あと新しいプロファイルとして S シネトーンみたいなカラーのクリエイティブルックっていうカラーが入っていて、それがめちゃめちゃ色いいよっていうのと、くらいかなっていうカメラになります。で、あとそうだ、もう一個言っておくと、ちょっと大きく違うところで言うと、ここですね、α7S3 の場合はここにIR センサーっていうのがついてるんですよ。ここに IR センサーっていうこの白いポチみたいなのがついてるんですけども、ZV-E1 の場合はついてません。で、この IR センサー何のためにあるのっていうと、周りの色温度とかを適正に測るためにあります。のでですね、ホワイトバランスをオートにした時にこの ZV-E1 よりも、α7S3 の方が綺麗にホワイトバランスが取れるよっていうのが1個特徴になってます。なのでオートで撮影するときには実は α7S3 の方が優秀だったりしますね。細かい部分ですがそういうところもあります。ホワイトバランスっていうのは温かみの話ですね。暖かくなるとこういう風に暖かくなったりとか、冷たくなるとこういう風に冷たくなったりとか、こういう色温度っていうのをオートで調整してくれる機能っていうのがカメラにはついてるんですけども、それの優秀さが α7S3 の方が上です。で、今度ね、おすすめレンズの話をしたいんですけども、やっぱ有力候補に上がっているのがですね、はい、こちらタムロン 20mm40mmF2.8 のレンズ、これがめちゃくちゃコンパクトさでも相性が良さそうです。で、つけてみると、はい、ちっちゃい。これ2つ合わせて 700g いかないんじゃないかな。全然コンパクトで軽いです。めちゃくちゃいいな。めちゃくちゃ良くない？で、おおむね外観とスペック紹介したので、ちょっといじって設定やってみましょう。ケイスケの動画。はい、ということで設定いじってきました。細かい設定いじってきて、ここいいなとか、ちょっとこここうなのかっていうポイントもあったので、その辺も追加説明していきます。で、まずメニューここからですね。若干ボタンね、平面的で押しづらいは押しづらいです。で、ここからメニューを見ていきましょう。はい、ここからおすすめのメニュー設定紹介していきます。はい、まずちょっと写真モードからいきます。写真モードで、このカメラ自体は動画で使う人が多いと思うので、写真のメニューそんなにいらないかもしれないんですけども、一応触れておきます。僕が変更したところはここですね。最初初期状態だとこれ JPEG オンリーになっているので、ロープラ JPEG にしておきます。後でいろんな色がいじれるようにして、で、ノイズ低減いらないな。ノイズ低減僕はローでいじるのでいらないです。で、レンズ補正の部分も、ここね、湾曲周差補正っていうのがキリになってるので、これオートにしておきましょう。最近の新しめのレンズとかって、この歪みの補正っていうのがレンズ側に入ってないので、カメラ側で補正してあげないと、結構歪んじゃいますので、ここはオンにしておきましょう。で、よいしょ、見ていって、あった。ファイルフォルダー設定。これね、毎回やっています。これをですね、ファイル名は何でもいいんですけど、これ日付形式にしています。日付で分けられると結構楽なんで、これ日付にしてますね、僕は。はい、次こちらです。ISO オート低速限界というやつなんですけども、これオートモードにした時にシャッタースピードがどのぐらいまで限界下がるよという設定をするものです。僕の場合は絞り優先で ISO オートで撮影することが多くて、で、この ISO 低速限界っていうのを設定してあげないと、シャッタースピードが結構下がっちゃって手ブレ結構します。ので、これは125分の1ぐらいが僕はちょうどいいかなと思って、これぐらいにしています。好みなんですけども、125分の1であれば手ブレしないので結構おすすめかな。で、操作カスタマイズですね。これもちょっとだけいじっています。で、まず静止画動画独立設定、ちょっと順番変わるんですけども、このね設定、これ動画と静止画切り替えた時に設定を全部独立で保存しておきますよってやつなんですけども、これ初期状態だとチェック入ってないんですよね。なので写真と動画切り替えた時に動画の設定のまま写真にこういっちゃうと、例えば動画で、ISO800 とかに上げてたら写真に切り替えた時にも ISO800 のまま引き継がれちゃうというものがあったりするので、僕はこれ全部独立にしています。絞りもシャッタースピードもこれ全部チェック入れてますね。で、カスタムキーダイヤル設定はあんまりいじってなくて、ファンクションメニューだけちょっといじってたかな。これ多分一番最初クリエイティブルックじゃなかったと思うんで、クリエイティブルックにしています。違ったらごめん。ちょっととりあえずこんな感じにしています。はい。で、続きで動画の設定いきましょう。動画の設定はね、ここで動画のモードに切り替えてから設定をしていきます。動画設定、今回の ZV-E1 からはメニュー開いたらこのメインっていうところに動画設定がいろいろ細かく入っています。で、僕の場合は、24p で撮影することが多いので 24p で、この辺は各自設定するとして、ラット
これは後で入れますが、一旦 S709 にしています。で、これ記録方式ですね。僕の場合はパソコンのスペックも結構持っているので、XAVC-S じゃない。XAVC-HS4K というのにしています。これどういう違いがあるかっていうと、圧縮率の話が関わってくるので難しいんですけども、で、まずこの 4K とか HD とか、一番右にあるこれが、4K っていうのは 4K 画質で撮れるよってやつで、HD っていうのはフル HD か HD で撮れますよというやつになっています。で、4K とか HD の前に SHS、SI というのがあります。で、一つずつ説明すると、SI っていうのはオールイントラっていう形式で、あんまり圧縮しないよみたいなやつになります。なので、動画編集するときに、編集はめちゃめちゃ軽いんですけども、その代わりデータがめっちゃ重くなると。データが量が多くなるっていうのが、この SI ってやつです。で、S っていうのはほどほどの圧縮にしますよみたいな感じで、HS っていうのはもっと圧縮しますっていう感じです。で、この HS っていうのは圧縮率が高いので、動画編集するときにちょっと編集は重くなるんですよ。その代わり、動画のデータ量っていうのが XAVC-S4K と HS4K だったら、同じファイルのデータの容量であれば、画質は HS の方がいいと。わかります？圧縮率が HS の方が高いので、例えば同じ 1GB のファイルだったら画質は HS の方がいいよっていう形になります。僕は多少編集が重くてもいいかなということで、HS にしています。パソコンの編集気になる方は S とかね、SI にしてあげてください。で、ここは画質フルマックスですね。はい。はい、次メインにですね、ログ撮影オンにしています。フレキシブル ISO のログ撮影オンにしていて、ファイル設定変えています。ここのファイル設定でタイトルっていうのを付けられて、僕は ZV みたいな感じにしておくと、後で見やすいかなと思って一応タイトル付けています。ここもね、連番とか、そういう風にしてますね。で、次、動画の設定も見ていきましょう。いじってるところだけ紹介すると、グリッドライン、表示してもいいかなと思います。グリッドラインは、対角&方眼で、こういうラインが表示されます。わかります？あとはダイヤルですね。はい。ダイヤル。よいしょ。ここの操作カスタマイズのカスタムキーダイヤルですね。これ結構いじっています。1番、ここですね。この C2 のところをピント拡大にしました。で、2番、ここですね。ピクチャープロファイルにしてます。真ん中押すとホワイトバランスが僕は変わるようになっています。セルフタイマーと ISO 感度同じですね。この辺も同じ。で、一応ホワイトバランスもう1個入れてるんですけども、この上部のところですね。はい。ここにもホワイトバランスを入れてるんですが、あんま使わないかもしれない。はい。ここはちょっとまた変えるかもしれないです。で、ここは変えてない。で、一応ここですね。このモードダイヤルの M モードの時の挙動を逆にしてます。こっちの、わかるかな？このダイヤルいじるとシャッタースピードが変わるっていう設定にしてあって、僕どのカメラでもここをいじるとシャッタースピードが変わるようになってるんで、一応これに揃えてます。これ好みでいいので、全然ね、人それぞれなんですけども、僕はそうしてるという感じです。あとファンクションメニューですね。ファンクションメニューで、ここちょっとだけいじってるのが、この REC-FPS、一番左ね、フレームレートを変えられるようになっていますので、このファンクションボタンから、フレームレートを変更できると。これめちゃ便利。これめちゃ便利で、スローモーション使いたいときに、ここで変更したり僕はしています。で、タッチ操作ですね。僕ちょっと、難点というか、せっかくこのね、画面のタッチが多くなってるんですけども、このタッチ操作の部分はカスタムできないらしくて、なので、もうオフにしちゃいました。はい、まずここの再生画面のところの、タッチをキーにしていて、振ったアイコンタッチっていうのも、キーにしています。で、なので、これシンプルになってる。間違えてタッチしちゃうことが多そうだなっていうところで、これはもう僕は切っちゃいました。タッチ操作が慣れてる方とかは、この辺オンにしてもいいかもしれないんですけども、僕の設定はこんな感じになります。ケイスケの動画。はい、ということで、もろもろ設定をご紹介させていただきましたが、いかがでしょうか。もう少し使ってみないと、メリットデメリットわからないと思うんで、1ヶ月ぐらい経ったらまたレビューさせていただきたいと思います。個人的なファーストインプレッションで言うと、めちゃくちゃコンパクトで、手ブレ補正もめっちゃ効きそうなんで、その辺すごい信頼できるなという感じありますね。設定もなんとか乗り越えられそうなので、頑張りたいと思います。はい。何より軽いからね、いいなと思います。1個気になるところで言うと、メニューをいじってる感じで若干本体があったかくなってるのを感じます。ので、前々から言われてたことなんですけども、熱停止とかそういうのがないかっていうのも含めて、今後レビューしていきたいなと思いますので、ぜひ気になるところとかあれば、コメントの方をいただければと思います。検証しておきます。
ということで、今回はこちら買いましたと設定をお見せしましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひこのカメラ買ったよという方とかは、僕と一緒に ZV-E1 ライフ楽しみましょう。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。久々にアフタートークです。ですね、ZV-E1 と一緒に新しい MacBook を買いました。やっぱね、動画編集もっと本格的にね CG とかもやりたいと思って、14インチ M2MAX 購入しちゃいました。いや、今月やばくて、これね58万したんですよ。で ZV-E1 が30万ぐらいしたでしょ。いや、クレジット考えたくないですね。ぜひですね、この M2MAX も買ったので気になってる人も多いと思いますので、この M2MAX で検証してほしい項目とかもあれば、ぜひですねコメントいただければ検証しておきます。はい、動画をお楽しみに。